はいこんにちは MD ジャックです。皆さんこんにちは、アイです。耳の妖精ミミです。今回もよろしくね。皆さん、新年度、新学期、新生活慣れましたか？まだまだじゃない？アイはどうなの？去年の今頃は大学生活1年目で結構大変だったけど、今年は大丈夫よ。さて今回は、リクエストもちらほらあったトゥルースイヤーのホラです。まさかちらほらとホラがかかってるの？偶然よ偶然。トゥルースイヤーのヌカテはエントリーモデルで、手元には同メーカーのゼロとヘキサがあるので、順にレビューしていきますが、まずはエントリーモデルのホラからです。では早速見ていきましょう。外観を見たとき、なんかムーンドロックのアリアを思い出しちゃったんだよね。あらあらほんとね、結構似た感じ。でも価格はだいぶ違うわね。ホラはだいたい2500から3000円ぐらいで買えるエントリーモデルね。アイはゼロとヘキサも聞いてみて、一番気に入ったモデルを買おうかな。それはいい考えだけど、どれも良かったから迷うかもよ。どうなんですか？でもそういう悩み方なら歓迎ですね。パッケージ内容はこんな感じ。エントリーモデルだからそんなに期待しちゃダメよ。と言いつつ、バネ口ケースがついてるわ。イヤピは2タイプ7セット。ケーブルはコアの数を増やし、ケーブルカバーを最適化した高品質の無酸素導ケーブルが付属。と言っても、上位モデルとはちょっと違うわね。あとはトゥルースイヤーのキャラクターカードとかね。この子はしろいちゃんっていうのね。トゥルースイヤーのパッケージには必ず登場してる。ボディはアルミニウム合金 CNC 陽極酸化フェイスプレートと 3D プリント手研磨キャビティを使用ということで結構軽い。小ぶりな印象通り、サイズも厚みが 20mm 切ってるし、重さも片側実測 3.9g。おお、軽い軽い。素材に金属も使ってるのにね。この2箇所のエアフロー調整は、両方スタブと音がピタッと消えるから、普段はちょっと音漏れあるってことだけど、内側だからね。オープン設計ってわけじゃないわね。小ぶりなのが嬉しいよね。アイの耳にもぴったりフィット。軽くていい感じ。突起というほどではないけど、イヤーフィンらしき曲線は描かれてるわ。これなら装着で苦労するってこともないんじゃないかしら。ドライバーは 11mm ダイナミックタイプが1個。ポリウレタン、サスペンション複合、LCP ドームダイヤフラム、N52 マグネットのデュアルキャビティ内部磁気回路、ダイナミックドライバー。こういう構成のドライバーがエントリーモデルで多く見られるようになったので、あまり驚きはしないけど、いいなり方してるわ。今回のサウンドチェックはどうしましょうか？まずイヤピなんだけど、バンドルされてるイヤピを使うわ。測定してみると、この辺りが一番伸びてて、聞いてみてこのバランスで撮ってみたくなったんでね。それと、比較モデルは、タングズワナー SG と比較してほしいってコメントを見かけたので、タングズワナー SG でいくよ。はーい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量、上がります。はい、サウンドチェックでした。中高域の出方の違いが目立っていたと思うんですが、収録音だとちょっとわかりづらかったですかね。では波形を見ていきますが、最初は先ほどちょっと触れたイヤピ比較をもう少し見ていただきます。10本も波形が重なると相変わらずごっちゃってますね。まあねホラは少し低域寄りなバランスに感じたので、イヤピ調整で音域が出やすいものをチョイスしたかった。7キロ付近のピークの上の方はバンドルイヤピだったのと、エントリーモデルでバンドルイヤピを使う人もいるだろうから、音収録や波形測定のメインをバンドルイヤピにしてみたというわけ。右のグラフの通り、開口部の大小で大きな変化はなかったので、大きい方を使用した。測定した他のイヤピでも大丈夫ですよね。
もちろん問題ないよ。ただバランス重視で見るとファイナル E はあまり適してる感じはしないかな。はい、了解です。次はホラのシングル波形です。波形から見る印象は低域が特に強くは見えず、中域の減衰も少なめでドンシャリ感は薄い。中高域はやや抑えめ、高域は平均的。2から5キロの出方にピークは見られず、ほどほどのレベルで出ているけどちょっと淡白な感じ。全体的にはやや低域寄りのバランスという印象。ちょっと早いけど比較モデルの波形も重ねてみない？そうだね、そうしよほう、結構似てる。1キロ付近まではほとんど同じね。う。そうだね、1キロ付近までのカーブ自体は似てるけど、中高域から高域のバランスの違いが影響するので、聞こえ方が同じってわけでもないね。今回の比較ではメロディーラインの印象の違いが大きいかな。両モデルの特徴を教えてほしいな。オッケー。では、ワナー SG は愛がお話しします。ボーカルやサックスなどメロディーラインの主張が強め。同じ帯域成分を多く含む他の楽器も一緒に主張。中高域の音、主張が強い分割と太め。感度がホラと比べ5から6デシベルくらい高く、音量が取りやすい。音が近めな分、サウンドステージはあまり広く感じず。では、ホラは私から。低域の改造感はあまり高くなく、ちょっとした曖昧さは感じる。少し量感を抑えてタイトさが加わればさらに良くなるかも。波形比較の通り、メロディーラインの主張はワナー SG ほどではなく、ワナー SG を聞き慣れているとちょっと物足りないかも。高域はしっかり出るが、主張は特に強くなく、ハイハットやシンバル系の存在感がちょうどいい感じ。ホラ単独で聞き慣れてしまえば全然問題ない。2から3キロの主張がほどほどのため、空間に余裕があり、サウンドステージは広め。音が真ん中に集まることもなく、低位感も自然。こんな感じかな。中高域にパンチが欲しければワナー SG。音近めということもあるけど、スネアの主張が結構強かったので、ざっくりだけど、ビート中心ならワナー SG。全体的に少し余裕を持って聞きたければホラー。空間の隙間とか余裕を感じるのはホラで、2から3キロが聞こえやすい人にはホラの方が合うかも。ワナー SG をすでに持っていたとして、同じ価格帯でちょっとニュアンスの違う質感も欲しいということなら、ホラもあっていいんじゃないかな。ミミーちゃん、こんな感じで伝わったかな？そうね、さっきリケーブルした質もちょっと聞いてみたんでよくわかったわ。最近ジャックさんがよく使ってるこのケーブルを 4.4mm から 3.5mm へ変換し、アンバランス接続イヤピは TAPP トレブルを使ってみたわ。感想をちょっと言わせてね。低域のアタック感がはっきりしてくる。分離感も上がった感じに。高域は主張が強くなるわけではないのに存在感は増すという印象の変化で、全体的に安定感がアップする感じだったよ。ケーブルはホラの価格より高くなっちゃうけど、リケーブルの単価としては高い方ではないと思うので、これからケーブルの入手を検討される方にはおすすめしたいわ。はい、ミミーちゃんありがとう。ホラはバランスよく、EQ 補正も特に必要ないと思いました。強いて言えば、中域の減衰程度が少なめなので、ここの雰囲気が苦手という人は一定数いらっしゃるかと思います。とはいえ、3000円ぐらいの予算で結構楽しめると思いますし、リケーブルとイヤピ変更で、さらに満足感はアップすると思うので、ベースモデルとしても良さそうですね。ということで、トゥルースイヤー、ホラのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。